7×17×37 吉正です。はい、で今どんな状況かというと、アイストップの蛍光灯が橙色で点滅してますね。なんか三角マークがそのと有効ついてますね。アイストップの累積時間が89時間8分ということになってます。でこのインフォメーションのところで操作してみると、平均車速、ワーニング、インフォ、ここで真ん中押すのか。バッテリーマネージメントシステム点検ということになってます。バッテリーの多分電圧が下がってて交換時期に近づいてるんだろうと思います。なので今日は CX5 のバッテリー交換をやっていきたいと思います。CX5 のボンネットを開けました。でここに、その今回のバッテリーがあります。こっちがプラスでこっちがマイナスなんですが、このマイナス端子の横にこれがなんか電流センサーらしいです。これがなんかちょっと問題になるらしいですね。バッテリーの電圧を測ってみましょう。 12.33。そんな低くはないっすよね。松田純正ですが GS 湯浅が作ったバッテリーです。ただ使用年月日がこれいつだったのかわからないです。で記録も見たんですがいつ変えたかちょっとわからなかったです。今回購入した CX5 用のバッテリーです。パナソニックですね。カオスブルーバッテリー、アイドリングストップ車用の T115 ということになっています。 CX5 はアイドリングストップがついているので専用のバッテリーということになります。作業でちょっと手間取ったのは電流センサーですね。この後ろを押すとどう外していいのかな、外れます。でそれからバッテリークランプ、フック J の字型のフックになってるんですけども、ここにこういう風に引っ掛けるようになってました。はい、でバッテリーリセットですね。まずは電源スイッチを2回押します。1回2回、はい、そしたら車がオンになりました。で、ここで
セレクタレバーをニュートラルにします。今ニュートラルになってますね。ブレーキをぐーっと押し込んだ上での1、2、3、4、5離す。バッテリーマネジメントシステム来ましたね。そしたらアクセルペダルを3回踏み直す。1、2、3と消えましたと。これでいいみたいです。バッテリーのマイナス端子を外してあります。これで5分放置だそうです。マイナス端子を外して5分以上経ちました。マイナス端子のところに一応刃がついてあります。そしたら電流センサー、これですね、これを抜くそうです。はい、抜けました。次はバッテリーのマイナスを差しますと10秒ほど待つそうです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10経ちましたね。そしたら次は電流センサーを接続します。はい、つきました。ここをちゃんとしっかり止めておきましょう。エンジンをオンにします。おかしいな。今エンジンオンの状態です。タコメーター上がってますね。TPS ステアリングアングルセンサーの角度をやるためにロックトゥロックするそうです。はい、OK ですかね。ここで今アイストップ緑で点滅するようになりましたね。今エンジンオンですね。今エンジンスタートして緑点滅の状態ですが、このまま終わるまで待つそうです。今アイストップのランプがついてて、ブレーキを踏んで止まると
はい、アイストップ効きました。ブレーキ離すとエンジンが再始動しました。OK。取り付け年月日と取り付け走行距離のシールを書いて、はい、どこに貼っとこうかしらね。シールを貼っていきます。はい、というわけで完了です。あんまりこの車のボンネット開けることないんですが、クーラントなんですけども、ちょっとここからの位置じゃ分かりにくいんですが、どうもローよりも少ないような気がします。冷却水不足な感じがちょっとします。クーラントを変えたのは、平成27年かもしれないですね。ちょっと古いですね。フルのところちょっと前ぐらいまでクーラントというか水足しておきました。ブレーキフルード、ブレーキフルードはちゃんとありますね。エンジンオイルこんだけ真っ黒ですね。要はもうマックスレベル以上まで来てますね。CX5 はもうオイルがどんどん増えてくるらしいので、これはやっぱりもう交換時期だろうとは思います。それから使った工具なんですけども、10mm のレンチ、これラッチェットがついてるやつですけども、これ1本でできてしまいました。あとはバカ力、バッテリーを取り外ししたりとか入れたりする時のバカ力ですね。結構23kg、かなり重いのでやっぱり取り外し入れるのには苦労しました。